はい、皆さん、こんにちは。エレナだよ。すごくない？すっぴんです。本日はすっぴんです。なんでかっていうと、私のメイク動画需要あるらしいので、ちょっとやっていきたいと思います。ずっとすっぴんは無理なんで、とりあえず日焼け止めを塗ります。忘れる時もあるから、なんかね、ワントーンアップもできるので、めっちゃ雑。次が、これに見えるんだけどさ、これ使ってたんだけど、結局なんかなくなったから適当に BB クリームとかのをこういう感じで中に入れて、でこれでクッションとして使った方が一番早いの。マジで毎日日常メイクだとマジでスピード勝負なんで適当にやってます。なんかファンデーションなんかがっつり塗るわけでもないから、とりあえず BB クリームぐらいでこういう感じです。私は先にパウダーを塗ります。なんでこういう感じになったのかわかんないけどさ、普通にケアメイクのものを使ってて、多分トーンアップかなんかするんだろうね、知らんけど。でも本当にこれだと、私のメイクだと24時間経っても全然持つんで一番いいです、マジで。次がチークかな。いやマジで私ガチで出ないといけないからね。だからめっちゃ早い。チークはマジでがっつり塗りたくないから、でも塗らないとマジで死んでるように見えるからやばいです。次こっちで買ってるものかな。メイクアップフォーエバーっていうブランドで今使ってます。普通に近くのセフォラで買ったので、なんか眉毛あるからね、今日さっきもう整ったんで、ちょっと自分でね、ほらニキビできたでしょ。なんでだろう。でヘビーローテーションですね。濃いめじゃないやつなんだ。何番とかそういう美容系とかじゃないからな。何番これ04番です。ナチュラルブラウンです。04番です。人生初めて言ってみました。でハイライトを使います。このハイライトは韓国で買いました。めちゃめちゃいい感じでさ、ラーメンもあって可愛いので、結構ね、とりあえず塗っていきたいと思います。がっつり塗りますよ。ここカナダなんでね。そう、なんかシャドーイングとかね、日常だと絶対やらないからね、めんどくさいんで、とりあえずまあお花がありますよ、はい、人間ですよっていう象徴ですので、はい、これ前2、3年前ぐらいの誕生日かな、友達からのプレゼントでございまして、ありがとうございます。ずっと愛用してますよ。本当に日常メイクだとこのパレットめちゃめちゃいいのよ。もう1個なくなったんだけどさ、もう基本的にブラウンしか使ってないので、ブラウンでなんとかしてグラデーションみたいな感じで、これちょっと今濃いめの色ですね。もうね、朝の5時に起きて仕事に行く日も全然あるから、見なくてもできるようにメイクを変えたりします。本当に。でちょっとね、最後にこのラメ結構好きなんだよね、なぜか。なんかね、一体感が出る自然のやつ入っていい感じに人間っぽくなりましたのでよかったです。たまに時間がある時はね、これをちょっと小指につけて、ちょっとだけね、この角のところにね、ちょっと塗ります。白とか使ってもいいんだけど、白使うのがめんどくさいので、とりあえずもうちょっと綺麗に見えるというか、ブラシ今は使っておりません。めんどくさいです。ラストほぼラスト。すごくない？まだ6分だよ。はい、あげます。そう、松江区とかね行ってないからね。で塗ります。このキングダムのやつ、日本で買った、2本買った。もうね、これ3本目か。だってここのやつめっちゃがっつりなんだけど、これ一本一本ね、めっちゃまつげをなんかはっきり見えるためにあるものなんで、めっちゃ自然。結構好きです。しかも塗りやすくて、そんなダマにもならないし、型ができました。多分わかるんでしょ、芝居。はい、できたのでほぼ完成でしょ。やばくない？ほぼ完成です。で最後にやるのがアイライナーですね。アイライナーはいつも3本自分のメイクポーチに入れてるんですけど、無印のやつで多分ブラウンみたいなものなんですけど、でめっちゃ愛用してます。本当にめっちゃ大好きだったんで使ってました。でこれがグレーみたいな色になってて、だから割と気合い入れたい時、たまに夜出勤してる時に使ってるんだけど、基本的にこっち使ってます。こっちはレッドブラウンみたいな感じなんで、仕事がやる気ないとかが変だけど、なんかめっちゃ普通に日常だとこっち使ってて、でパーティーとか夜外出する時はこれ割と黒じゃないんだけどグレーみたいなものを使ってまして、で普通にアイライン引きます。的確さなんて求めてないからね。
こういう感じですね。見えるかな。だいたいちょっと長めで、はい、引いたりしますので、今日はまだ元気なんだけど、だいたい朝のさ、5時とか、朝の7時のシフトもあるから、マジで目、もう見えないの。だからこそ、めっちゃ長めに引いたりして、まあ、それでもね、自然に見えるので、結構仕事でも、まあ、日本で仕事でもね、使えるんじゃないかなと思って、最後に仕上げに、はい、この韓国のブランドですね。香港に帰った時に買いました。日本でも普通に売ってるんだけど、こっちあんまり売ってないので、この色ね、めっちゃいいの、なぜか。めっちゃ自然なんで、見てみましょう。こういう感じで完成です。ね、このピンクってさ、一番お気に入り。最近マジでずっとこれしか使ってなくて、一番自然でなんかね、抜け感があるっていうか、日常感が半端ないので、ね、私の日常メイクは完成です。では、次は、はい、こんにちは。今日はね、土曜日なんですけど、さっき仕事終わってて、この後ね、実はホッキーを見に行くんですよ。友達と一緒に見に行くので、で、よくわからないんですけど、バンクーバーのチームって、紺色らしいのよね。水色じゃなくて紺色らしくて。だから、なんか紺色のものを身につけようかなと思ったんだけど、もう全然デニムしかないから、デニム以外何かしようかなと思って、だからちょっとアイメイクだけをね、しっかり紺色っていうか、まあキラキラで綺麗な感じにしようかなと思っています。今はね、この間と同じ感じでベースメイクをもうやってて、で、アイブラウも一緒だし、ちょっとだけチーク入れたんだけど、まあ後でもうちょっと調節してみようかなと思って。で、もともと紺色とかカラフルな色とか持ってないから、基本的にナチュラルな、アイシャドウとかしか持ってないから、買いに行きました。これを買ったんですけど、結構後ろにこんなに色があって、超可愛くない？なんかさ、もうお金ないんだけど、とりあえず買ったっていう。明日も使うのでね。これやばくないですか？このパレット。まあこれ一つ目なんだけど、で、二つ目買ったのがこれなんですけども、ひたすらキラキラですね。お洋服屋さんでレジのその右ぐらいに置いてあるから、ちょっとどのものなのかわからないんだけど、とりあえずキラキラなのよ。今日と明日のメイクにはもう欠かせないものなんで、明日のメイクはこの後、どうぞごゆっくりもう待ってくださいね。自分のイメージあるんですよ、そのどういう感じで作りたいのが。でも輪郭そこまでなんか外国人みたいな感じで彫りが深くないから、彫り深さをちょっと増していきたいと思うんで、茶色いやつなんかシャドウでもないんだけど、はい、使っていきたいと思います。今日はね、ちょっと普通に100均で買ったものくらいなんだけど、より的確な感じでやっていきたいと思います。頑張ります。緊張するんだけど、やっぱね、ブラシだから慣れてないから、指でぼかした方が一番いいかもしれない。なんかシャドーイングみたいな感じで、その影とか作ってるような感じなんで、ほら、もう一瞬で目がもうちょっとくっきりっていうのやばいね、日本語わからなくなってきた。真ん中のこれとこれとかいろいろ使ってみたいと思います。とりあえず上はちょっと金っていうか銀か金の間みたいな広いイメージでやっていきたいと思いますので、ラメがすごいやつ使いましょう。もう見えるぐらいすごい。どうしようかな、どっち使おうかな。でもシルバーの方が映えると思うんだけどさ、とりあえず、おーすごい。下の方にさジェルみたいなものがあるんだよ。すごい。はい来ましたね皆さん。いいね。片方はもう均等にできているので難しいなこれ。なんかね、べったり金になるのもいいんだけど、こういう感じでなんかこっちのキラキラを使って大体ね全体にのせて、とりあえずこっちのパレットを使ってなんか穴を埋めるような感覚だと割といい感じにできてると思う。じゃあ次メインだね。こっちね真ん中、まあ下の方はコーンっていうかコーンプラス水色みたいな感じでやりたいと思うんだけど、涙袋みたいなところか。グラデーションとしてこっちの方がコーンでこっちの方が水色みたいな感じでグラデーションでやりたいから、こんなにもグラデーションできるからやってみようかなと思います。でもはやアイラインみたいな
細さで描いた方が一番綺麗になるかもしれない。一番濃い色を取って、まあ、こっちからやっていきたいと思います。目尻から後でぼかせるものなんで、もういいね。ちょっとぼかしたらさ、もう何もわかんないでしょ。ね、どうしてもどっちの水色使うかな。とりあえず両方も使うから、ちょっとね、思ってたより30倍ぐらいいい感じだわ。濃くない色のせます。なんかね、私めちゃめちゃ調節しながらやるタイプなんだからさ、この真ん中のところってさ、今日はちょっとさ新しいパレットがあるから、こっちの銀と白を使ってこういう感じ。いいね。そうそうそう、ちょっとね上まで伸ばして、あ、そうそうそう、いいね。やばい、ハマった。上にここね、ここ上に黒を入れた方が、まあ、目が綺麗なんで黒も入れたいと思います。言ってさ、こういう感じでやると割とアイラインとか引かなくてもマスカラだけとかつけまつげとかだけで結構ねいい感じになるのよ。しかもこのアイラインみたいな感じで描くんだけどさ、なんかあったらとりあえずぼかせばいいのよ。おすすめっていうかいい感じです。いいな。やば。そう、今内側まだ何も塗ってないからマジで一番ライトな青あるので、グラデーションとか作った方が絶対いい。まだまだねこのメイク足りないじゃん。足りないのがね輪郭ゼロなんだ今。はい。でも待って、もうすでに結構満足してるんだけど早くね。なんか満足するのが早すぎてちょっとびっくりしたんですけど、とりあえずシャドウイングみたいな感じで適当にやっていきたいと思います。自分のシャドウイングのポイントはとりあえず花をちゃんと作りたいと思っていますので、メディアとか使ったりするんだよ。なんか昔コンビニで買ったやつ、別にシャドウイング用じゃないのにさ使ったりして、ちょっとラメもあるから意外と可愛いのよ。強めに入れます。実はこのブラシで取って最終的に指でちょっとこす感じです。システムのハイライターをピンポイントでこの穴筋を沿って入れて、こちら大きい方使いたいと思います。なのでちょっとだけでもねあるでしょ。で今日使うのがやっぱヒロインじゃないですか。皆さん日常メイクなんかじゃないからね。日常だとこれが使うとね、私本当に下手なんでダマとかになってしまうのよ。だけどがっつりマジでメイクしてますって感じの時はこっち使います。わかる？ヒロインはやばい。ヒロインはもうやっぱ何年経ってもずっと1位だわこれ。でもちょっとダマになったので、こっちのさブラシじゃないんですけどブラシ代わりみたいな感じでダマとかなんかね整う感じ。でも下まつげ今日も頑張りますので、ちょっと下まつげも塗っていきたいと思います。じゃん。では完成です。最後はねフェンティを使ってリップグロスだけをね塗りましたので、これは多分リアンナ先生のものでございます。結構好きなんですよね。潤う感じで。ではこういう感じで出かけたいと思います。じゃあまた明日。またベースメイクだけやってきたって感じですね。今日はハロウィンパーティーこの後行きますので、ハロウィンパーティー用のメイクをしていきたいと思うんですけれども、今年はこれ見てわからないんですよね。魔女ですね。はい、魔女やりたいと思います。緑のさ、魔女はわかる？The Wizard of Oz っていうの魔女やりたいんですけど、全部緑にするのもあれだから、舞台出るみたいな感じになりますので、ちょっと割とかっこいい感じのアイメイク、緑のアイメイクやっていきたいなと思って、イメージはあるんですけど、それみたいな感じでできてるのかわからないです。結構ややこしいんですよ。これ本当に難易度がマジで高い。メインが緑なんですけど、やっぱりその輪郭を出すためにブラウンとかを取ってベースだけでもね塗っていきたいと思います。割とマジで大げさみたいな感じなんで、もうクマみたいな、クマじゃないんだけど、ベースのこの輪郭があった方が次に進むのが割と簡単なのよ。なんか拡散していくんですけど、
とりあえずベースはこちらのブラシで緑がもうコーンみたいな感じなんだけど、やってみたいと思います。結局後で全体的にもうなんかぼかす感じなんで、なんか一番濃い色はもう多分一番真ん中ぐらいなんで、黄緑みたいなものを使っていきたいと思います。イメージとしてはここからここまであるのよ。でここで上の方に行ってみたいな、で下もちょっとだけシューって感じでやっていきたいと思います。絶対伝わってないでしょ、やばいです。使っていきたいと思います。あ、綺麗。これ上の方に行ってるんでしょ。もうわからないから、もうとりあえず形だけ先に作ってからなんか穴を埋めるような感じで。はい、ではね、今から外側黄緑にしていきたいと思います。こちらの黄色も取りたいと思います。もうちょっとでかくしたいと思います。いい感じ。やば。もうちょっと増したいと思いますので、グリッターやりたいと思います。もうやばい。グリッターはもうまぶただけ。なんかブラシでさ、いい感じにその位置に整ってさ、整ってからもう一回なんか色をのせたいと思います。ハイライトとかシャドーイングやっていきたいと思います。最後にもうね、マジでギャルじゃないからね、だから新しく買ったっていうくらい。めっちゃいい感じだけど、片しかつけてないんだけどさ。しかもこのつけまがさ、めちゃめちゃ柔らかいのよ。なんか日本で100均のやつ買ったことあるんだけど、舞台用でね。これマジでそれより100倍ぐらいいい、マジで。そう、こっちだけ整うためだから、ちょっと上げてちょっとつけたいと思います。ほぼ乾いてるので、ちょっと下まつげも、はい、こちらやっぱ広いですね、使っていきたいと思います。それではリップですね。リップはちょっとブラウンを使いたいと思いまして、ミゼのやつですじゃーんいい感じですね。それ髪の毛もできて、実は帽子もあるんですけど、もうそれだと見えなくなっちゃうので、とりあえず今こんな感じにします。はい、もうめちゃめちゃごちゃごちゃの動画になりましたね。やばい、どういう動画になるんだろう。ちょっと楽しみにしてます。はい、ではですね、今回の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。